ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。レッドブルペレスのシートは2024年末まで。フェルスタッペンは2028年までいるの話題です。2024年がセルジオ・ペレスのレッドブルでのラストシーズンになるのではないかと噂されていますが、レッドブルのアドバイザーであるヘルムート・マルコは少し違う見方をしているようです。マックス・フェルスタッペンは2028年までレッドブルと契約があり安泰ではありますが、2026年の新 PU の出来具合いかんではチームを変えるかもしれません。メルセデスのトトボルフ代表はハミルトンの後任に理論的にメルセデスにふさわしいドライバーとは全て対話をすると言っています。またリザーブのリアム・ローソンに F1 レギュラードライバーのシート獲得の機会は巡ってくるのでしょうか。ペレスの契約は今季限りで満了となりますが、もしペレスが2023年のようにチーム内比較で劣勢になれば、レッドブルはペレスにチーム残留のオファーを出さないのではないかとの見方があります。マルコはペレスには契約更新のチャンスはあり、次のように述べています。まだ2024年までの契約が残っている。彼がここ数戦と同じようなフォームで走れば、さらなる契約延長の話も簡単にできる。メディアの憶測を煽ったのはマルコでした。マルコはリアム・ローソンが2025年にレッドブルの2チームのいずれかで F1 レースをドライブする可能性が高いと公言しています。しかしペレスの残留が本当に認められた場合、ローソンの居場所はどこにあるのだろうかとモータースポーツトータル .com は指摘しています。ネットフリックスの新シリーズドライビング・トゥ・サバイブで F1 の2024年のシートを獲得できなかったローソンの率直な反応が明らかになっています。リカルドが昨年のオランダグランプリでプラクティス中のクラッシュで手を骨折した後、アルファタウリのドライバーとして5レースに出場したローソンは昨シーズン、予期せぬ状況で F1 デビューを果たしました。その短い出番の中でローソンは優れた走りを見せ、シンガポールグランプリではチームメイトの角田裕樹選手を抑えてアルファタウリのその時点でのシーズンベストリザルトとなる9位入賞を果たしました。ネットフリックスで F1 の2024年のシートを獲得できなかったローソンの本音が暴露されました。シンガポールのマリーナベイでの予選前にリカルドと角田の残留がローソンに伝えられ、翌週末に鈴鹿で開催される日本グランプリの前に確定していました。プライベートミーティングでクリスチャン・ホーナーはローソンにこう言いました。あなたがこれまでやってきたことは私を感動させたし、チームのみんなを感動させた。それでダニエルと勇気を発表するつもりだ。いいかい？ポジティブでいてくれ。ローソンはミーティング直後にネットフレックスのインタビューに応じ、角田選手についてこう語りました。僕になるはずだったんだ。ローソンは周辺からどのような評価を受けていたのか分かりませんが、シンガポールグランプリで9位になっただけでレギュラードライバーになれると思ってしまったのは早とちりだったかもしれません。2023年末にオーストリアの OE24 に語ったところによると、マルコはチームが2025年のオファーを出す前にローソンのポテンシャルをより深く理解するために今年のいくつかのレースにローソンを起用する可能性を示唆しています。マルコは夏休み前後に決断を発表する考えを持っているようで、サーバス TV のインタビューで夏休み明けにはすでに一定の検討ができるだろうと語っています。マルコがフェルスタッペンのチームメイトとしてランドノリスを想像していることは公然の秘密と言われています。しかしノリスはマクラーレンとの契約を延長したばかりのため、ペレスの後継者として最も現実的な選択肢はリカルドになるとモータースポーツトータル .com は指摘しています。リカルドは角田を明確にコントロールしていることを示さなければならない。そうすれば彼は候補になれるかもしれないとマルコは話しています。かつてレッドブルでフェルスタッペンとチームメイトとして並んで惨敗し、
その後ウィリアムズで新たなフォームを開花させたアレクサンダー・アルボンも候補に挙げられています。モータースポーツトータル .com によると、レッドブルは2026年あるいは早ければ2025年にアルボンを呼び戻すことができるオプションでアルボンと合意したいようだと伝えています。マルコはフェルスタッペンがハミルトンのように突然チームを変える可能性も心配していないということです。トトボルフはすでに理論上メルセデスのコックピットに座る可能性のある全ての候補者と対話を求めると発表しています。そしてフェルスタッペンは2028年まで続くレッドブルとの契約を破棄する可能性もあります。全ての F1 契約がそうであるように、特定のパフォーマンス基準が満たされない場合には条項があるためにマックスの契約にも含まれているとマルコは認めています。しかしマルコは金額でフェルスタッペンが動くとは考えてはいません。チームがフェルスタッペンに勝てるマシンを提供できるかどうかだけです。マルコは次のように述べています。フェルスタッペンが途方もない金額で買収される可能性があることはマックスにとっては問題ではないと思う。レッドブルが彼に勝てるマシンを提供できる立場にないとしたら状況はより問題になるだろう。レーシングドライバーとして彼は当然成功に興味がある。もう若くはない。もし彼がレッドブルで巧妙を見出せずこうした基準が適用されるようになれば彼が周囲を見回すようになるのは明らかだ。どこにもっといいものがあるだろうかとマルコは語っています。ハミルトンが2025年にフェラーリに移籍するためにペレスだけでなくフェルスタッペンの周辺も今後騒がしくなってくるのかもしれません。リカルドは角田選手を明確にコントロールしている状態を示すというマルコの条件を本当に満たせるのでしょうか。ペレスは今年のマシンは乗りやすいそうで昨年の問題は解決しているようです。そうするとリカルドは昇格できずローソンもレッドブルでは行き場所を失ってしまうかもしれませんね。レッドブルペレスのシートは2024年末まで、フェルスタッペンは2028年までいるの話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。